こんにちは。今日はコスタダカパリカに来てます。地図で見ると結構近いんですけど、意外と時間がかかりますね。リスボンから僕は、アレイロからバスで来ました。1時間ぐらいかかりました。でもバスで 2.6 ユーロで来れるので、アクセスはいいですね。バス停で降りるともうすぐ前にこんな感じで可愛いビーチタウンが広がってて、ビーチグッズのお店とかカフェが並んでいます。本当になんかサーファーの街って感じがしますね。結構リスボンで出会う人々、この辺り住んでますって人に会うことすごい多くて、この前も偶然会った方が2人ここに住んでる方で、どっちもやっぱサーフィンやるっておっしゃってて、サーフボード抱えて歩いてる方結構多いですね。ビーチサイドに来ました。普段も夏はここすごい人気のエリアだと思うんですけど、もうすでに9月の末なので全然混んでないですね。観光客っぽい人もそんなに多くなくて、めちゃくちゃカラフルで可愛いですね。全部この手書きのアートがこのストリート一面全部描かれてて、めちゃくちゃ可愛いです。今ひたすらビーチ沿いを南の方に下っていって、目的のプライア・ド・サウダーデというビーチに向かっています。珍しくマテ貝の貝殻が大量に落ちてたので面白くて集めちゃいました。もう3時間ぐらい経ったんですかね。気づいたら海水が来た時は多分4メーターぐらい先だったんですが、もう今自分の数メーター先まで来てました。日が落ちてきた感じもすごいムードが素敵です。とってもゆっくり堪能させてもらったので、またコスタダパリカの中心部の街の方に戻っていきます。腹ごしらえをしたので、またビーチ沿いをゆっくり散歩してます。波の音が本当に心地がいいです。
ビーチ沿いのアベニューはもう完全に大型のマンションと飲食店がぎっしり並んでます。いわばちょっとプチリゾートって感じですね。おはようございます。今日は、祝日で平日なんですけど休みなので図書館に来てます。午前中なので、図書館でゆっくりお昼ぐらいまで、ポルトガル語の勉強をしようと思います。珍しく今日は空いてるので誰も図書館にいません。来たばっかりの時に3人だけいたんですけど、ちょうど皆さん帰られて今ずっと一人で占領してます。落ち着きます、やっぱりここの雰囲気。シアド美術館すごい良かったです。古典的な本当に美術と現代のこう挑戦的なアートがすごい自然に調和して展示されていて、そうなので空間自体もすごいこう居心地がいいですね。であとはあれですね、やっぱりポルトガルのリスボンの中だと大きい方の美術館じゃないのであんまり定番のスポットじゃないんですけど、なんていうんですかね、ロケーションがいいので、こうアートをこうカジュアルな気分で楽しみつつちょっと旅の疲れを癒すのにふらっと立ち寄ってこう本当に 1,2 時間でいいのでこう休憩ばさみにしたりするのもいい、こうなんていうんですかね、心地のいい空間だったと思います。ちょっと面白かったのが監視員さんあんまりいないんですけど、なんか一人サンドイッチ食べてる人いて、めっちゃハムとチーズの匂い漂わせてて、で2人爆睡してる人がいました。僕とかお客さんが通っても全然気づかないみたいな方がいらっしゃって、監視員さんがめちゃくちゃ自由で面白かったです。途中で映してたジョアオ・マルケス・ド・オリベイラっていうポルトガルの、写実主義の、ポルトの画家さんの絵がめちゃくちゃ印象的でした。僕ああいう穏やかなこうちょっと懐かしさのある風景と人の暮らしみたいなのが伝わる絵すごい好きで、あの絵すごい一番印象的でした。そうちょっとまだ僕もポルトガルのこうアートとかは全然未熟なんですけど、そうこの作品とかをきっかけにそうもっともっといろいろ深く見ていきたいなと思う訪問でした。すごい楽しめました。あんまり正直すごい深い期待をして行ってなかったんですけど、とってもいい美術館なのでメインの美術館を、行き尽くした方とかにはおすすめですね。So much. You're welcome. We appreciate it. You're welcome.
トギーズブランドを揃えてるセレクトショップでめっちゃおすすめです。セレクトめっちゃ可愛いです。カフェもあります。僕が最近よく履いてるこのアロハスのスニーカーも取り扱ってます。アロハススペインのブランドなんですけど、ポルトガル産なのでメイドインポルトガルなんですよね。それが気に入ってよく履いてます。今ですね、今まで何回か Vlog で登場しているリベルダド通りにあるキオスクカフェですね。バナナカフェっていうチェーンのキオスクのカフェで休憩しているところです。そう9月の半ばになると一気にまだまだポルトガルは暖かいものの、少しずつ秋の準備の空気感が出てきて、また趣が出てくるので、今ちょっとここ座って秋の様子を思い出しながらいろんなこと考えてました。ポルトガルの秋はそうですね、9月の末ぐらいから焼き栗の屋台が登場し始めて、街に香ばしい匂いと煙が充満し始め、すごいその感じとか木々の色が変わってノスタルジーになって、で11月の半ばぐらいからちょっと早めにクリスマスマーケットがロシアから順番に始まっていって、また秋もですね、夏の生き生きした感じと違って、とてもノスタルジックで素敵な雰囲気なので、秋になるのも楽しみだなと思いつつ、やっぱり夏が行くのは寂しいですね。ポルトガルの夏本当に最高なので、ポルトガルはですね、暖かいのでまだビーチ10月半ばぐらいまで楽しめるので、水温低いものの全然ビーチにはちらほら人もまだまだいて、僕も夏の最後滑り込みで今まで以上にビーチ頻繁に行って最後の夏をより楽しもうとそんな過ごし方をしているところです。では今回の Vlog はこの辺りで締めようと思います。また次回の、Vlog でお会いしましょう。視聴ありがとうございました。バイバイ。